アブー・サラマはこう伝えた。私はアイシャに尋ねた。預言者、彼に平安と祝福あれはジュヌブの時代に眠っていたのですか？彼女は答えました。はい。でも彼は、寝る前に身を清めていました。サヒーフ・アルブハーリー286。ウマル・ビン・アルハッタブの伝承。私はアッターの死と彼に平安と祝福あれに尋ねました。私たちのうちの誰かが、ジュヌブの身でありながら眠ることはできますか？彼は答えました。はい。身を清めれば、ジュヌブの身でありながら眠ることができます。サヒーフ・アルブハーリー287。アーイシャの伝承。預言者、彼に平安と祝福あれがジュヌブの身でありながら眠ろうとするときはいつでも、礼拝の前にこのようにして聖器を洗い、身を清めていました。サヒーフ・アルブハーリー288。アブドゥッターの伝承。ウマルは預言者、彼に平安と祝福あれに尋ねました。私たちのうちの誰かが、ジュヌブの身でありながら眠ることはできますか？彼は答えました。はい、身を清めるならばと答えた。サヒーフ・アルブハーリー289。アブドゥッター・ビン・ウマルは、次のように伝えている。ウマル・ビン・アルハッタブはアッターの死と彼に平安と祝福あれに言った。私は夜にジュヌブになりました。アッターの死と彼に平安と祝福あれは答えた。聖器を洗った後、身を清めてから眠りなさい。サヒーフ・アルブハーリー290。ハディースの説明。イスラームは、人々への慈悲、思いやり、そして安らぎの宗教です。その一つの現れとして、性的な不浄、ジャナバーの後には、主要な儀式的不浄からの浄化が礼拝を行うための法的要件となっています。ジャナバは、生活の他のあらゆる側面の営みを妨げるものではありません。このハディースの中で、アブドゥッター・イブン・ウマル、アッターの慈悲がありますようには、ウマルが預言者、彼に平安と祝福あれに尋ねたことを語っています。儀式的な不浄の状態にあるため、儀式的な正常の状態ではないまま眠ることは許されるのでしょうか？ジャナバとは、射精したもの、または妻と性交したものを指し、その不浄さからこの名が付けられました。預言者、彼に平安と祝福あれは、自らを清めるまでは礼拝やその他の崇拝行為を避けるよう、もし重大な儀式上の汚れの状態にある時に眠りたいのであれば、身を清めて陰茎を洗うのが良いと告げたが、完全な儀式の沐浴は必須ではない。ムスリムの伝承には、そうだ、もし望むなら儀式の沐浴ができるまで、身を清めてから眠らせなさい、と記されている。つまり、儀式の沐浴は任意ではあるが、儀式的な崇拝行為を行いたい場合、特に礼拝の時間が来て期限を過ぎていない場合は必須である。このハディースには、重要な事柄について質問すること、そしてそれを恥じないことも含まれている。また、重大な儀式上の汚れは法的条件であり、現実の条件ではないとも記されている。このハディースでは、預言者、彼に神の祝福と平安あれの妻アイシャもこう言っています。預言者、彼に神の祝福と平安あれが、不浄の状態にある時に眠りたいと思った時はいつでも、つまり、儀式的な沐浴をしたくないのです。なぜなら、沐浴は礼拝行為に定められており、眠ることはその中に含まれていないからです。彼は沐浴をしました。つまり、祈りの際の沐浴と同様の沐浴で満足したのです。別の伝承では、彼は陰部を洗い、沐浴をしました。つまり、もし彼が食べたり飲んだりしたければ、つまり、彼も不浄の状態にあったとき、アーイシャ、彼女に神のご満悦あれはこう言いました。彼は手を洗い、それから食べたり飲んだりしました。つまり、預言者、彼に神の祝福と平安あれは、食べたり飲んだりするために手を洗うことで満足したのです。アーイシャ・アッターの慈悲がありますようにのハディース、スナン・アブー・ダーウードには、次のように記されています。アッターの死と、彼に平安と祝福あれは、不浄、ジャナバーの状態にある間、水に触れることなく眠っていた。学者たちは、彼に平安と祝福あれの睡眠のための沐浴は義務ではなく推奨されていたと解釈しました。このハディースの利点には、以下が含まれます。預言者、彼に平安と祝福あれが不浄の状態にある間に眠りたい場合の対処法を説明しています。局部を洗い、沐浴を行った後であれば、不浄の状態でも眠ることは許されます。不浄の状態でも眠ることは許されますが、眠る前に沐浴を行うことが推奨され、グスルを行うのであればそれが望ましいとされています。アーイシャ・アッターの慈悲がありますようには預言者、彼に平安と祝福あれの事情を熱心に追求し、解説しました。彼女は、エリート層しか知らないような多くの具体的な裁定を明確にしました。もし彼女、アッターの慈悲がありますようにがいなかったら、預言者は多くの裁定に従わなかったでしょう。